金競争がなぜ起きないか。ある程度入れる企業さんが決まっている売掛資金でもないとできないんですね。このビジネスサービスについても、上場している会社が私たちが始めてる。ですから、もう一度どう広めていくのか。これが課題で、今上場したこともまず一つの最初のステップです。将来的にはですね、手配件数に紐づかない価値提供、データ活用とか、分析機能とか、業務効率化支援とか、そういった高い付加価値領域、オプション機能の定額制とか取り組んでいきたいなと。では、実践質問から、まず、事業ビジネスモデルについてということで、労働集約性と拡張性のバランスということで、ヒューマンサポートは強みである反面、労働集約的になりがちですと。規模拡大時の利益率維持に向けた自動化 DX の具体策を教えてくださいということです。はい。ありがとうございます。そうですね。お客様とのインターフェースに関しては現在ですね、予約件数のベースで、大体、オンラインが、約7割がオンライン経由ですね。で、残りの3割がスタッフ対応となっています。航空系以外もですね、航空系以外も、それに伴う複合手配ですね。ホテルとか。それと、あと、単純往復じゃなくて複数の都市を周遊するとか、入国ビザの手配とか、そういったオンライン化が難しい領域が一定程度存在しましてですね、このフロント業務におけるオンライン比率というのは、今後も多く変わらずに、大体3割弱くらいが残るんじゃないのかなというふうに見ています。ただ一方でですね、バックオフィスの領域に関しては、改善余地がまだ大きいかなというふうに認識しております。現在のバックオフィス業務の自動化率って私の方で、中を全部確認すると約30%程度にとどまっていますけど、そうですね、これを、ですかね、航空券の発券とか、機関システムの連携などの自動化、これを進めて、一定の効率化をどんどん確認しておりですね、今後もこの取り組みというのを、実施して、2030年までには、これを6割程度に持っていきたいというふうに今、目標として取り組んでいる最中ですね。そのことによって、取扱高とか手配件数の増加と、人の人員の増加を必ずしも連動させない、収益性を意識した成長というんでしょうかね。それを実現していきたいなというふうに考えています。あとは、近年、この AI 技術の進展により、いろんな部分あるんですが、このコールセンター業務においては、こちら問い合わせ内容によっては、結構、自動で応答とか自動処理が可能となる領域がだいぶ、拡大をしているので、そこら辺は現時点での慎重にその状況を見ながら、活用していきたいなというふうに、将来的にはこのオペレーターの業務負担軽減、生産性向上につながるのではないのかなというふうに考えています。はい。次です。ストック収益の比率ということで、現在の収益は固定費用が無料のため、重量化金中心ですが、経営安定化に向けたストック収益、月額固定などの比率拡大計画はありますか？はい。ありがとうございます。ご指摘の通りですね、収益の安定化という観点から考えますと、ストック収益の比率っていう、これを高めていくっていうことは非常に、当社その重要な中長期的な経営課題ですというふうに捉えています。これ一方で、現時点においてはですね、この初期費用と月額費用がかからないっていうことが、このスマート BTM の導入に関して、企業さんの大きなきっかけになって、使っていただくきっかけになってまして、これは結構高く評価されて、そこから、やっぱ使ってよかったという形になることもとても多いのが現状です。今、私どもはこの、現在の、今の状況というのは成長フェーズ捉えていますので、この状況においては、このホテルに移行するんではなくて、重量課金という軸とした、導入ハードルの低い価格体系っていうのを維持していきたいな。それで利用企業数の拡大を優先していきたいなというふうに
捉えています。ただ、将来的にはですね、この AI のスペックが今日プロセスのフォードだと、必ずしも手配件数に紐づかない価値提供って言いますかね、それが、想定しているので、データ活用とか、分析機能とか、業務効率化支援とか、そういった高い付加価値領域について、オプション機能の定額制とか、今後のセンターワークとして取り組んでいきたいなというふうに思っています。まあ、あとはそうですね、現在の具体的なストック収益の、モデル導入時期とか、この比率を定めるわけではないんですけど、この成長性と、収益の安定化というのを両立を図りながら、事業環境の変化、これからどんどん変化していくと思うので、それに対して柔軟な対応していきたいなというふうに思っています。はい。ご説明ありがとうございました。ありがとうございます。キャッシュフローについて少しお尋ねしたいんですけれども、前期は営業キャッシュフローが通期に数値化したんですが、はい。直近半期決算、拝見しますと、再び味に転落しているというところで、これ売上再開の増加が主な要因と理解しているところなんですが、今後のその売上成長を目指していく中でですね、売上再建の題が続いていくと、ちょっと投資家としては、懸念点、意識しなければならないと。で、ぜひ、その点についてお聞かせいただきたいのと、機関としてアナリストさんからですね、こうしたキャッシュフローについて、これまでの指摘があったことと合わせてお聞かせいただければと思います。はい、ありがとうございます。まず、この、ご指摘いただいた通り、3月の中間期に出まして、これは一気に BTM サービス、そこの分野が増えたことによるものでございます。またこの辺も私どもですね、非常に今後どうしていくのかということは、これからそこは私たちのコアビジネスメインですから。で、今対策としてはですね、だいぶ信用もついてきましたので、コストも、以前からその対策方法はやるかどうか考えていたんですが、まだその信用の動向となって、若干高いコストの動向が、債券の流動化をですね、それを考えておりまして、そこである程度は変わってくるんじゃないかなと。で、投資家、機関投資家さんはですね、大体1万人程度ぐらいの方からは、最初に質問は来ますけども、でも結構思ったよりも理解していただいてこういったので、そこまで多くないんですが、でもやっぱり質問はありますので、そのような対策として、まず一つ、その再現の流化。あとはですね、企業様への支払い条件を少し他のその代理さんっていうので、少し短くしていくと。いろいろその方がまだありますので、そこは今、社内でどういったところでどうやっていくかということを議論している最中でございます。その方がもう一つですね。はい。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません、ちょっとわかんない話してもらいたいんですけども、業績推移についてなんですけども、ちょっと株単で見てるんですけど、2020年から見れるんですけど、これ単体から連結になって売り上げが増えてるとかっていうのがあるんですけども、2021年が7億3000万、6億3000万、で、16億になって24億ってなって、これはコロナが原因で回復してきて利益が上がってるっていう認識が欲しいのか。そうですね。コロナは私どもとても大きな影響を受けまして、コロナの、まず、状態から、そもそも私たちはコロナ前はもっと売り上げがございましたので、まずそれがコロナ後からの回復であります。それともう一つですね、私たちの、売上の定義としては、純額と総額っていう定義がありまして、はい。純額、先ほど取扱い額が250億円お話しさせていただきますと、実際はそれの10分の1しか売上高という決算上になっております。それはどういうことかと、例えば、このほとんどが、私たちのほとんどは、例えば企業さんに出張の際に、
20万円の航空券を言います。で、手数料が仮に3000ドルすると。その3000円しか売り上げが上げない状態になります。要は仕入れ原価がない。ただ、一方でですね、このタックツアーみたいな感じのものに関しては、それだけは総額計上になるんですね。例えば10万円のものを売って1万円利益だと売上が10万円になって利益が1万円。で、航空券とその出張と10万円のものを売って1万円の利益、手数料1万円だとすると、1万円が売上で利益率的、仕入れ原価の0%というような状況でちょっと、そのような、あれで分かりづらい点あるんですが、それが一つございます。なるほど。で、ちょっとこれが疑問に思ったのが、2020年に66億売り上げになってるんですよ。まあ、コロナ前っていうことになるわけですけども、それっていうのは、要するに会計基準の問題で、それが、あれですかね、もし、ちょっとうちの、CFO が来てるので、ぜひ、もう一回。ご質問ありがとうございます。CFO の間でございます。ありがとうございます。まずですね、20年3月期、すみません、私の手元の資料になりますが、売上高としては68億円の数字という形になっております。で、ここの段階ではコロナは2020年1月に発生しましたので、この3月期は一部最後の方、2月3月はコロナ禍の影響があったんですが、ほぼ通期としてはまだそこまでコロナ禍の影響がなかった頃で、この時にはですね、個人サービス、68億円のうち、個人サービスの売上が35億円を占めていました。個人サービスの売上が大きくなるのは、今、リサが申し上げた通り、総額で計上するということもあるんですが、まだ全体の中では、PTM に当然シフトはしてたんですが、まだ一定割合個人サービスをやっていたという感じです。で、その後コロナ禍がありまして、先ほどありましたように、例えば2020年3月期とかですと、売上が7億円とかに減っていく。この段階ではPTM も個人サービスもそもそも動きがないので、最小ですと。で、そこからだんだんコロナ禍が明けてきて動いていくときに、我々の個人サービスを元の水準に戻そうか。それとも、戻さないで BTM に注力しようかっていうのはかなり悩んだところなんですが、やはりコロナ禍の中で従業員が少なくなったということもあって、ここで幅を広げるよりは、やっぱり BTM に一点集中しようということで、あえて個人サービスを戻さなかったというところがあります。で、直近的に個人サービスの売り上げっていうのは元からすると全然もっと少ない比率でありまして、ちょっとここがややこしいところなんですが、全体の推移としては、このような流れになります。大体比率的には、何対何ぐらい？そうですね。例えば2020年ですと、68億に対して35億円の売り上げですので、50% ちょっと。で、例えば、直近でいきますと、仮に2025年3月期でいきますと、個人サービスが、約4000万円に対して25億ですので、16% ぐらい。で、これ、どういう比率で、しかも総額計上ですので、実際の、例えば売上総利益ベースとかで言うと、もっと比率としては低いと。今後はもっともっと個人比率っていうのは減って、法人比率を上げていくようなイメージになってくるんですか？そうですね。個人サービスのところ、一定今だいぶ下がってきたところです。で、ただ、先ほど西さんがあったように、かなり今、なかなか海外旅行行く個人の方も少なくて、実際行くとなると韓国とか台湾がほぼ多いっていうような現状もありまして、そこにいろんな会社さんがなだれ込みますので、どうしても価格競争がかなり激しいという状況。我々はそこを無理に追っかけることはしないという方向性ですので、ある一定もう下がってきてはいるんですが、そこは無理しないでいこうという方針。あと一点なんですけども、やっぱこれだけ、やっぱり、質のいい商品っていうんですね。聞いてて非常に儲かりそうだなっていうようなイメージがありまして、かといって参入商品がそこまで高いかっていうと、いや、他でもできるんじゃないっていうのが正直な聞いてる気持ちだったんですね。で、そうすると、他社さん、特に大手さん、JDB さんも含めて、もっとそこに注力して力を入れてきてやってくるんじゃないかなって思うんですけども、その辺の対策だとか考え方だとか、うちはそんなことないよ、みたいなところがあったら教えてください。お願いします。ありがとうございます。去
今日はどんな詳しい、全部資料を持って、数値的な詳しい部分もお答えできるように、読んでありますので、ぜひ、後ほどご質問ください。で、先ほど、参入障壁の件なんですけども、ここには大手さんとか、大手さんは直接やってる人、大手の子会社さんとか、あとは、オンライントラベルエージェントと呼ばれる、そういった部分があって、もう一つこの、海外の安売り競争みたいな感じで、んです。中小の旅行会社が入ってきたっていう部分もありますが、まず一番簡単なことで言うと、料金競争がなぜ起きないかっていうのが、それは、ある程度入れる企業さんが決まっている、イコール先ほど、営業キャッシュフローのご質問ありましたけど、売掛資金がないとできないんですね。相当な売掛をやらないと。そうすると、小さい旅行、資金力がない会社さんだと、まずこの市場には入ってこれないというのが一つ。イコール料金競争が起きる。で、OTA、オンライントラベルエージェント等に関すると、彼ら、ほとんどはチャレンジャーって言っていいのかどうかあれなんですけど、世界でそのシステム上で収益化して、あまりできるだけ効率化してやっていくっていうのが非常に大事なので、要は余計にオペレーターとか置いて育てて、こんな、面倒って言ったらあれです。面倒すると、同じ地域やるにしても、人手がかかっていることするのは、あんまりなくて、それが今この BTM 市場が少し取り残されてて、オンライン化してないとか、ニッチな市場になっているとか、そこが大きなポイントです。あと、大手さんに関しては、ここも実はありまして、結構この BTM サービスっていうのは、一件一件の積み上げなんで、結構大変、件数を、それこそ団体を取ればですね、大きな団体を取れば一件でそれ何百人分の収益とか、あれが上がってしまうので、特にコロナ後に関しては、旅行業界からだいぶ人が流出しました。そういった中で、本当にこの BTM サービスっていうのは、経験とか、そういうお客さんに対する対応がですね、一般のお客さんと違って、その求められるものが結構上で、そこは非常に重要だと思ってるんですけど、そこをやっぱり違うところでボケた方がいいんじゃないかっていう部分があるのかなと、そういった意味で、直接やらないで子会社を作ってるとか、あと、大手の子会社さんに関しては、ほとんどのメガ企業をターゲット中心に持ってるんです。あと、中堅のところは何をしてるかっていうと、どういうふうにやってるか。インハウスエージェントっていう分野がございます。それはどういうものかというと、大手企業に紐づいている会社です。そこはもう、親会社というかそういった形を中心で手配するようなところはありますが、ある程度そこを区切られてる、そういった部分で、あんまりその一般の方になっているのはあるので、その辺の形で参入障壁というか、参入障壁という意味合いがあって、わざわざこっちに来なくてもっていう部分もあるのかなというふうに、私ども考えています。すいません、ちょっとお答えになったかどうかあれなんですか。よくわかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、その業者長からバトンタッチしたって出てくるんですけど、その時の、なんか、視察とか、印象に残ってることがあったんですか？ありがとうございます。もうだいぶ私もですね、社長をやって、もう30年近く、2001年、2000年に、ちょうど911のドイツの時ですから、もう、それその時は、ちょっと別なものをやりたいことがあるんです。任すと。それその代わりなんて言いますかですね、あと、船頭が2人いると、会社はうまくいかない。その時からもう一切津田社長、会社も行くですけど、一切津田社長にやると。そう言われたら逆にです。自分はそこからもう一貫して自分の意思という信念は変わってなくて、まだその頃は小さい会社で、もう、私の中では商店っていうのなんですよ。それこそ、その前にそういう業者の名前とか、
商店、私の時代では西澤商店みたいな感じの、あれがあります。それを企業にしていかないと、企業としてやっていかないと、絶対いけないと思って。で、必ずこの会社を、もうそう言われたからには、どうしてもいいよって言われたら、もうどんなことがあっても、もう絶対潰さないし、さらにいい会社にして、良い会社にして、次の世代に引き継いでいくっていうのが私のずっとのポリシーで、ここまで、やってまいりました。そういった中では、この方は、一つ話はあるかもしれませんけど、私たちスタンダード市場に上場しました。これは大きな目的の一つがあって、B2B をコアな部分として、私たちは企業でやっている。私たちが本当に小さくやってる時代には、企業様に私も一番で、営業マンのあれとしてもやってましたから、企業様に行くと、条件とか、そういった対応とか、お食べの方がいいんだって。でもっていうと、その先は信用かなってことが多分あって、実はざるを得ないんだよ。詳しい、本当思いをしてきて、そういった意味では、このスタンダード収入やることは安定した企業ということをもっと見てもらって、さらにビジネスチャンスが広がるんじゃないのかなというか、もう今その効果というのは実際出てきてます。大きい企業さんを取っていくには絶対これが必要で、という形で、そのような状況を、すいません、ちょっと話がそれてしまいました。そんな状況でございます。すいません。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどの参入障壁の続きなんですけれども、先ほどのお話の中で、今後ですね、エンタープライズ層を10%から15%増やすと言われていました。大企業さんを相手にすると、行き先、海外も広く、また仕入れ力も必要だと思います。で、御社の場合は、単独でされてるんですけど、日本でいう BTM といえば JCB ソリューションズさんが私はすぐ頭に来るんですけれども、それは CWT と、業務提携して、海外の、今、アメックスの子会社になりましたけれども、そこと提携して海外に幅広くやっていますと。で、今後ですね、阪急さんもエージェンシャーさんですよね、と提携してますよね。で、御社、今後、エンタープライズ層に入っていくとなると、そういった海外との大手 TMC と業務提携する必要があるんではないかなと私は感じています。で、ただいろいろデメリットもあると思うので、メリットとデメリットを教えてください。そして、ちょっともう一つ質問させてください。今の質問と関連するんですけれども、先ほど出ました、競合でインハウス旅行会社についてです。これについてもですね、私の方で調べると、日立ツーリストビューローさんが、オランダの BCD トラベルと業務提携、もう 70% 株シェアしてるんで、ほとんど BCD の傘下にあると思うんですけれども、そういうふうに、インハウスさんも、開発費がかかるので、海外のTMC と業務提携をしています。そこで、御社もインハウス旅行会社に対応するのは非常に大変だろうなとは思うんですけれども、一つ、ちょっと安倍さんのYouTube かなんかで、OEM の話が出てたんですけれども、OEM 提供することで、OEM をすることで、御社の BTM サービスのスマート BTM を OEM にすることで、シェアを拡大する戦略があるのかどうかお聞かせください。はい、ありがとうございます。お詳しい。相当お詳しいということで、ちょっとですね、OEM の件とか含めてありますので、うちの CFO、スマート BTM を作りもしたあれなので、ぜひ、お詳しいので。すいません、ご質問ありがとうございます。我々今後のエンタープライズ、やっていく中で、じゃあそういうグローバルで引き受けてほしいというような、企業が出てきた場合には、そういうパートナーシップの必要性がないのかということが最初のご質問であったと思います。おっしゃるように、今現状で当社で言うと、グローバルで全部引き受けてくれと逆に言われるとちょっと難しいという現状です。ですので、我々が狙う、現状今狙うエンタープライズっていうのは、
あくまでもグローバルというよりは、日本の、カンパニーとしての手配を受けるというのが我々が今現状狙っていると。で当然、その先にさらに当社が発展してきたときには、やっぱりグローバルパートナーっていうのを結んでいくということはあろうかなというふうに思ってますが、その前段階で、グローバルで引き受けてくださいというふうに言われなくても、ある程度日本のカンパニーとしても規模感が大きい会社いっぱいありますので、まずは、そこにしっかり浸透させていきたいというふうに考えているというところでございます。それから、インハウスさんのお話がございました。結構、日本の中でもナショナルクライアントと言われるような会社さんやグループ内に旅行会社があるというところがおっしゃる通りでございまして、ここは、今後いろんな展開が考えられると。もちろん、インハウスエージェントさんとして残るようなインハウスエージェントもあると思いますし、それから、本業とは、シナジーがないわけですから、ある程度整理していこうという流れの、インハウスさんもあると思います。それから、人事上、比較的総務部門の、元総務部長だった方が社長に就くみたいなケースもやっぱり多いんですが、会社としての人事としての受け皿として、今まで存在してたっていうところがあると思うんですが、なかなか実際にオペレーションをその方がやるわけではないので、今までいる社員の方がどうしても辞めちゃうと、オペレーションをやる人がいないというケースもあります。具体的に言うと、当社があるインハウスさんのオペレーションを業務委託で受けているケースあったり、実際受けてるんですか？受けてるケースもあったりします。オペレーションもですね。なので、ここは別に MA したわけじゃないですが、業務委託という形で業務委託で受けているというケースもあったりします。で、先ほどの多いんですか？社数で言うとまだ数社レベルなので、それは見えますか？そういう形もあり得ると思ってます。で、その延長線上の中で先ほど少し話があった、そのシステムとしての OEM みたいな形も、今現状 OEM では出してなくて、このスマートビーテールというシステムはあくまでも当社が直接サービス提供する場合に限ってはいるんですが、場合によってはそういう展開も、一つのその供給のパターンとしてあり得るかなというところで、我々も何が何でも絶対会社に行ったってことはないので、それは場合によっては MA かもしれないし、場合によっては業務提携かもしれないし、場合によっては、OEM かもしれないし、というような、いろんなパターンを柔軟に考えていきたいなという思っております。その任務制度、成長を加速させるために、その任務制度の向上をしているについて、考えをしたいなと思っています。というのも、今すごい詳しい質問があって、今自分が所属している会社のシステム開発大変だなっていうのがあったんですよ。多分、グローバル法で権利を決めてると思うんですけど、ただ、海外の出張の、予約とかすごい大変で、手続きが取れたので、御社の説明を聞いてると、すごい、良質な、コンテンツを出してるなって思ったんで、ただ、そもそも、御社を認知してない、採用決定の人がいるのかっていうのが、もしかしたら。で、今どのぐらいその認知について考えているのかっていうと、今後どうやって認知を増やしていくのかっていう考えをですが、はい、ありがとうございます。二つありましてですね、まず一つは、先ほどご指摘いただいたように、当社の認知度をどう高めていくかっていうことが一つ。もう一つは、先ほどちょっと触れたんですけど、この BTM サービスっていうものに対しての根本的な、認知をどう広めていくか。この二つ大きな課題が、当社、私どもはあると思っています。で、それぞれどうしたらいいか。まず、この BTM サービスについても、上場している会社が、私たちが始めてるんです。ですから、労働省の時にはこのサービスを説明するのが、するとものすごい大変で、一からこういう、だから、要は、それこそバリエーション動向とかも普通の、例えば HR さんとか、こんな会社と一緒ですから、全然違うような、普通の旅行会社みたいな感じで言ってて、そこがまず、なるほどと、BTM サービスっていうのができてない、そういう認知が本当ないんだな、これをどうやって食べていこうかというのが、私たちのまず一つ。
で、あと、もう一つ、当社のニーズをどう広めていくのか。これが、もう一つの課題で、今、上場したことも、まず一つの最初のステップです。上場したことによって話を聞いていただける。よく上場効果の話があるんですけど、やっぱり、今までポンと断られてしまったのが、話だけ聞いていただいて、話聞いていただけると、制約率が上がったりとか、そういったことがあります。そういった中で今、私たちこの上場1年目として、この広告費の使い方とかいろいろありますけども、その辺、バスの広告に行くのかとか、いろんなことが今後、考えていかなきゃいけないことであって、その状況に応じて、考えていければな、というふうに思っています。これは当社の本当の大きな課題でございます。はい。どうしました。ありがとうございます。基本的な質問なんですけど、先ほどあんまりその価格競争はないという話があったんですが、そのためにまあ一般的な旅行会社と比べるとかなり安い価格している。あとその観光庁とか入札等で詰めるということは、その、入札というのはやっぱり競合もあると思うんですけど、その価格はあまりポイントにならないということでし入札の場合はですね、まあ、どこまではあるんですけども、結構その価格だけではなくて、それまでの内容とか、その実績とか、結構そういったものを、なんていうか、いろんなポイントがあってですね、すべて価格以外の方が結構多い部分がございます。そういった意味では、私たち財務省から始まって、結構長い間やってきた実績というのは認められているんではないのかなというふうに考えています。はい。その今のその3300、この価格というのはどのような考え方で決めたのかということと、まあ、物価も上がっているので、今後その上げていくような考えがあることをはい。まず、今、成長フェーズ、先ほどちょっとお話しした成長フェーズだと思っています。このスマート BTM、あとは、この BTM サービスっていうものを使っていただければ、もらえるんではないのかなと私は思っていて、実際、上昇余地、これはロードショーの時もだいぶ聞かれたんですけども、上昇余地はあります。実際、まだ安いので、もうちょっと上げてもいいんじゃない、もう人件費も上がります。そういった部分を踏まえてあるんですが、今成長フェーズと思ってますので、いかに使っていただいて、それを実感していただくかということを重点を置いているような時期かなというふうに考えています。はい。すみません。先ほどちょっと普通の方から、なんか、強みとか、そういうことについて、前半の方で質問があったと思うんですけど、ちょっと私、こんがらがってしまって、ちょっと再度質問させてください。それで、最初なんか説明でされてたのが、なんか、売りかけ、後払い、それがなんかちょっと強みであるとかいうお話をされたと記憶しています。で、ちょっと、それって、資料のサービス別売上高実績っていうのをちょっと参照しながら、ちょっとそこで、これに相当、売りかけです。あと、売りかけに相当するものと、これって観光庁のところだけなんですか？一番はですね、この二つですね。その2つなんだ。これが当社の中でも一番大きいので。なので、プラスも、はい、3年ぐらいあるので、実際これ、売上高になってますけども、実際の取り扱い方とは全く別ですので、先ほどちょっと純額と総額のお話差し上げましたけど、もう圧倒的にこの2つがですね、個人の方は総額計上になってしまうので、官庁よりも多くなってますが、圧倒的にこの2つが取扱高っていうと多くてですね、これ全部ほぼ純額ですので、はい。それに、強みとしては、だから、売りかけをするシステムを持っていると。で、他のと、売りかけを、キャッシュが、その売りかけ資金があるので、キャッシュフローで、そうです。財務体質がちゃんとしたものを持っているということで、ちょっと強いと。そうです。売りかけ資金がない会社に関しては、ここに入れません。ということは、料金競争とかそういった形で、普通の個人旅行だとみんなで前払いなんですよね。出発前に。前払いなので、一時、昔、何年か前に、集めるだけ集めてなんていう話がありましたけど、そういったことが、これではもう、
BTM 市場では起きないんです、後払いで。ということは、前払いができないということは、その売りかけの資金力がないと、この市場に、入れない。ということで、そういうのに対応できるような体質を持っているとはい。いうことが強いと。はい。そこまあ、は、もちろん他にも BTM なんとかの持っているとか、はい、というの一応、強みの、ただ、その強みに関しては、大手企業とか、オンライントラベル企業とそれはありますから、資金力が。ありますので、それが持ってない企業に対しては強みである。あとは、もし強みとして考えられるんだったら、まあ、米軍とか、はい。何ですか、官公庁に今、入り組んでいる、入り込んでいるというような実績があるというのが、まあ、強みであると。これはですね、私たち B2B で、新規企業をどれだけ取っていけるかってことが今後、で、大きい企業さんとやっていけるかっていうのが大きなポイントで、これ保管サービスはですね、信用力のアップにもとてもつながりまして、やっぱり官庁とこれだけ長い間これだけやってる。米軍とこれだけ長いことやってるっていうことは、例えば米軍とかで言うと、ここでは詳しくは言いませんけど、ものすごいセキュリティとかが非常に厳しくて、まあ当たり前の話なんですけど、そういったことをクリアしないと、やっぱりダメで、まあ、あとちょっと余談ですけども、新規に営業に行って、最初お話聞いてくれませんでしたけど、米軍基地で入ってましてとかっていうとですね、興味があるとしと、それどういうわけだろうみたいな感じでやっていただけるとか、そういったことも結構営業力としても使えるとなると。はい。それで、後半の方の質問が、なんか成長性みたいなものが、質問があったと思うんですけど、女性で、それって、ここで言うと、BTM のとこ、一番上の単を、なんか、拡大していこうということなんです。もう、圧倒的にうちはですね、ここをどれだけ、BTM 市場をどれだけ拡大していけるか。っていうことが、もう、ここに注力しているというのがポイントです。まあ、もちろんこちらもしっかりはやっていきますけど、先ほどちょっと個人のあれで対前例減りましたという、マイナスになってる。もうそれはあえて追わずに、その利益が出る方に、成長性が高い方に持っていって、そのリソースはそちらに回すと。もしそうであればと。ただ、こう、ないがしろにするわけじゃなくて、しっかりできる部分はやってって、大きな成長はないとは思いますけど、少しずつ着実に成長させていければいいのかなという考えています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。市場規模なんですけど、考え方なんですけども、今、当社の、資料では、市場規模の、出張市場規模約3.9兆円と見積もられておりますけども、この市場そのものは今後大きくなっていくんでしょうか。私の自身の経験からすると、かつてその海外出張っていうのは結構複数人で行ったりですね、はい、そういうのがだんだん締め付けが厳しくなって、一人で行けと。あと、今まで1ヶ月で来たのが1週間で回せるとかですね、なかなか会社から厳しいやつで、まあそういうことを、私の感覚を踏まえると、きっと、その市場規模が、出張の市場規模が今後増えてくる見込みがあるんだろうかということを聞いて、そこをお伺いしたいんですけど、ありがとうございます。大きく、先ほど私のまだ250億円しかないので、ここまだ、これ自体が、そこまで大きく、例えばズームとかもありますから、で、一社あたり、今まで二人で行ったのが一人ずつだっていうことも実際ありますので、そこまで大きくってことは、ないとは思います。僕がやってることはですね、結構、コロナ前までは直接、この中でも航空会社で直接とか、ホテルで直接とかっていう企業さんが結構多かった部分がありまして、旅行会社を使ってるところが、そこまで多くなかった。それを BTM サービスとか、高いから、旅行会社やると高いからっていうことがあったんですが、そのコロナ後に関しては、ビザが必要だったり、入国条件がどんどん変わって、それが結構逆転してるんですね。旅行会社の必要性というのが出てきまして。そういった意味では、大きくは出ませんけども、旅行会社を使う割合っていうのは、増えてくるんじゃないかと。それが私たちの
この上場してこの BTM サービスのもっと広めていきたいっていう、一つのあれでして、そういうふうに、おっしゃる通り、ここが大きくいくかって言ったら、そこまでじゃないと思います。ただ、いい方向に考えると、良い方向に考えると、結構これまで製造業とか、私ども製造業とか、そういったよく工場を作った大学があったんですけど、製造業以外の業種がどんどん海外に出て、飲食業とか、そういった部分があるので、その辺の、これは、結構私たち半分以上製造業、もともとコロナ前って半分以上製造業の企業さんが多かったんですけど、今はもうそれが割合がどんどん下がってきて、別に減ったわけじゃなくて、その分母と製造業以外の企業が増えているので、そこは、まだまだチャンスはあるかなというふうに考えております。第一半期の資料の MAU、伸び悩んでいるように見えますと。要因は何でしょうか？またその対策はしていますかということです。はい。第2四半期ですね。はい。先ほどご説明少ししたんですが、ここ3ヶ月の平均値で、8月の、お盆の時期にですね、結構、普通、行く頻度が少ない企業の、月に1回とか2回とか、しかない企業の出張が、結構お盆の時に減りました。そういった意味で、この3ヶ月の平均なので、そこが今年は通常よりも結構減ったかなと。ただ、9月に関しては1300社を超えているので、そこは、これが9月も少ないと問題なんですが、そこは大きなあれじゃないのかなというふうに考えています。ビジョン2030について広告などを付加して大きく攻めていく方針なのか、増収増益など費用をコントロールして増収増益で進めていく方針なのか教えてくださいと。強みがある海外市場がメインかと思うんですが、国内市場の領域についてはどう考えているのか教えてくださいと。です。はい。まずですね、私たちはバランスと言いますか、その状況を見てどっちかに2つとかっていうよりも、その成長戦略のバランスをとってやっていきたいなっていうのが、考えです。これは確実に一気に、いうのも、どちらもその状況に応じてやっていきたいなと。ただ、大きなポイントは、BTM 市場とか、本社の存在とかっていうのを知らせるには絶対必要ですから、そこをどう捉えるかってことだと思います。あと、やっぱり私たち24時間サービスとかいうのは今、これからですね、国内に関してはその自動化がどんどん出てきたりして、ご自分で変更できる状態も出てくるのかなと。国内だと言葉も通じますし、その辺の部分は考えていて、もちろん、国内もやってきますが、やっぱり私たちが伸ばしていく部分は海外だと。もう海外に集中していくという形で考えていきます。集中っていうか、ごめんなさい。注力していくという形ですね。はい。ありがとうございます。株主構成について2点お伺いしたいんですけど、まず1点目が、自社従業員持ち株会が 10% 超えてかなり大きい比率を占めてるんですけど、なんでこんなに大きいのかなと思います。上場前からやってたのか、あるいはちょっと利用率が高いのか、そういう点についてお伺いしたいです。はい。これが、株主の、そっちの方で、ぜひ。はい。ご質問ありがとうございます。株主構成についてです。株主構成もちょっと特徴的だと我々は思ってないんですが、結構、機関投資家の方からも質問を受けることが多いところです。先ほど、少し創業者の話が出てきたと思いますが、ちょっとそこから少し遡ってお話しすると、もともと創業者の石黒という創業者がいたんですが、西田とは欠点が全くなくて、西田はあるサラリーマン社長形ですね。我々、同族経営しないっていうのが、創業者まで生きてますけれど、言い伝えみたいな話なので、我々はもうしませんと。で、創業者は、先ほど言ったように、二人社内に陰性みたいなのがないので、完全に渡した以上引くということで、その時に創業者が持ってた株式も、その当時の幹部、日産も含めるんですが、株式上場を結構期間7、8年ぐらいかけながら、なかなか一気にやるお金もないので、そのぐらいの期間かけながら、株式を移していって、で、完全に創業者としては、株式比率がゼロという状態になりました。ですので、当社の株主を見ると、従業員、役員含めですが、従業員株主が多くなっている
いう状況が、まずありますと。で、まあ、その上で、上場の時に、まあ、その持ってる、幹部だけではなくて、やっぱり従業員、今まで一緒にやってきた従業員が下に決まりますので、まあ、その皆さんにどういうふうにして持っていただくかという形を考えるときに、もちろん、個別に生株を配るというのもあったのかもしれないですが、まあ、マネジメント上は、ある程度箱があった方が、やりやすいというところがありますので、従業員の地下部隊を立ち上げ、そこに一部拠出するという形で、その時にメンバーを募って、入ってもらったという形です。なので、まあ、現状、従業員持ち株会の参加比率は、かなり高くてですね、8割以上の従業員が持ち株会に入っているような、形になっているというのが、流れでございます。ありがとうございます。で、2点目なんですけど、まあ、会社指号って通常10位までしか株主ってないんですけど、オンラインだと、まあ、課金すると30位まで狙えるんですけど、なんかちょっと不自然なところがございまして、下の方まで見ていくと、個人で 1.67% が、まあ、3名と、あと個人で 1.04 から 1.05% が12人もいる。まあ、これは今の話ちょっと関係あるところだと思うんですけど、まあ、こういった5万株とかそういう、なんか、そういった個人とか、匿名個人なんですけど、方が多い、この経緯を一緒に。当社は、従業員株主が、なので、そこの人たちというのは、当社の、まあ、従業員に、まあ、なります。で、過去の流れから、その時の、まあ、ある程度、役職であるとか、会社の、まあ、社歴というか、そういったところに応じて、創業者から譲渡してきたという過去の歴史がありますので、まあ、その中で持っている従業員が、まあ、いるという形です。まあ、一長一短いろいろあるんだとは思うんですが、まあ、そこに出てきているのは、まあ、おそらく全従業員で、まあ、特に、まあ、役職とかついてなかったりするので、まあ、名前自体は多分機械人になっているということかなと思います。ありがとうございます。すいません。長い間、ありがとうございます。最後に質問させてください。御社の BTM、スマート BTM の取り扱い商品なんですけれども、まずエア、国内、海外、そしてホテル、国内、海外。で、あとは Wi-Fi も入っている、予約ができるんでしたでした。以上ですか。はい、スマート BTM の、おっしゃっていただいた今、現状は以上で、今期、開発を今進めているのが、レンタカーの機能が、もう、今期ですね、もう3月までにリリース。はい、海外。国内。国内のレンタカーが3月までのリリース。それから、国内の出張パッケージ。出張パッケージ、エアとホテルがセットになっているような国内出張パッケージのリリースも、この3月まで。3月まで。そうですね。まだ一部の航空会社というんですが、まあ、はい。一部の、はい。スタートしていってるという形で、今後も、いわゆるそのプロダクトを、まあ、我々手配商材やってるとか出張合わせて一緒にいろいろやると、まあ、小さいですが収益が積み上がっていく構造ですので、いわゆる商材の追加っていうのは今後もやっていく。列車は入ってないんですよね。JR、新幹線、特急電車、近鉄などの施設、こういったのは入ってない。この予定はあるんでしょうか。はい。鉄道ですね。まあ、ここに関しては、まあ、社内でもいろいろ議論があったんですが、取り扱わ、今のところない方向性で考えます。ただ、一部ですね、ニーズが多いのは、我々、先ほどの3.9兆円のマーケットのところも日帰り旅行を除くっていうふうになっていて、まあ、どちらかというと海外と、それからまあ、出張でも国内の、いわゆる、宿泊が伴うようなところをマーケットで、あまり日帰り旅行とかっていうところは、なんか置き換わりも激しいので、あまりそこに入っていくのはやめようという形もあって、JR やってないんですが、ただ一部空港に行くための足としての鉄道ってあるんですが、まあ、例えば、スカイライナーとか、成田エクスプレスとかですね。そういったところのニーズはあるので、ちょっと部分的に扱う可能性はあるんですが、いわゆる東京、新大阪みたいな鉄道に関しては現状扱うことは、現段階では簡単に。今後他に取り入れる商品ってあるんでしょうか？予定されているというか。はい。いろんな、サプライヤーと話をして、例えば、空港への移動っていうところで言うと、鉄道だけじゃなくて、リムジンバスみたいなものも走ってますので、そういった、サプライヤーとも
話。先ほど、国内のレンタカーはもう実装、もう最終段階って話しました。海外もあると思いますので、海外のいわゆるレンタカー会社さんとの話もさせていただいています。あとは、そうですね。なんていうか、送迎サービス的な、ハイヤーとか、それは国内海外もあるんですが、そういったところの、ベンダーさんともお話しします。現状そんなと。基本的には、海外っていう部分と、部分を多く作っていけたらなというふうに考えております。で、私、10年以上前に DTM サービスっていうのを使ってたんですね。私は、管理部をして、社員の出張を全部 DTM サービスの会社に、依頼してたんですけど、その時、やはり助かった部分、アナログなんで、やっぱりやりづらい部分もあったんですけども、うちの出張規定を彼らに、示してたので、その社員ごとの上限額っていうのを彼らが知ってくれてて、その中で手配をしてくださったの。非常にそれが助かったんですけれども、本社にもそのようなサービスはあるんでしょうか。2パターンあります。システム的に統制をかけるという意味で出ていきますと、トラベルマネージャーというサービス、先ほど少しちょっとお話があったと思うんですが、こちらいわゆる出張便宜機能というのについてして、あらかじめ、その企業の出張の項目っていうのを、マスターで設定、例えば、方はビジネスクラスいいとか悪いとか、一泊いくらまでいいみたいな形を設定してあるので、出張便宜ボタンを押すときに、最初にこの規定チェックっていうのが走ってパスしたものが、上長に流れるというような、いわゆるサービスっていうのを、トラベルマネージャーというところで提供します。ですので、一部お客様はスマート BTM とトラベルマネージャーをセットで、ご利用いただくというお客様もいらっしゃったりします。で、倫理機能は別にあるので、いわゆる出張の、そこは別で社内で見るので、いいよというお客様は、スマート BTM だけ導入するというケースのお客様もいらっしゃいます。いらっしゃいますというか、割合的には現状そちらの方がまだがあって、トラベルマネージャーも含めて導入するというケースはまだそこまで多くないという状況ではありますが、機能としては持っていると。すみません、最後なんですけれども、スマート BTM すごくいいサービスだなと、システムだなと思うんですけれども、御社は IT ローンって人いないんですよね。部門がないんですよね。全部外部委託なんですね。今後はそれを増やすんですか？はい。おっしゃるように、現状、いわゆるシステムの機能の企画立て等に関しては、私の方が責任者が中心的に進めてますが、いわゆる、プログラミング含めたところに関しては、アウトソーシングという形です。今後もというか、段階があるんだと思うんですが、いわゆるプログラマーのエンジニアまで含めて、フルでやっぱり社内で抱えてやっていくっていうのは、ちょっと合わないかなというふうに思っています。で、あとは、上流工程のところですね。いわゆる、プロジェクトのマネージャーとか、それから、リードエンジニアぐらいのところまでに関しては、社内でいて、そこからはいわゆるアウトソーシング先も含めて指示をして、いわゆるプロジェクトを管理していくみたいなことは考えるかなということで、現状その辺のプロジェクトマネージメントっていうか、今社内数人でやっているというところですので、そこ今後開発が増えてくれば、人数を増やしていくっていうのはあるでしょうし、ただ、エンジニアを例えば、数十名単位、20名、30名単位で抱えていくみたいなことがちょっと、なかなか難しいかなというのは、現段階では思っているところです。わかりました。追加であれですけど、トラベルマネージャーは重量課金制じゃなくてです。サブスクで。やらせていただいてます。はい、ここはアカウント数に応じた、いわゆる課金体系になったし、一番安い課金体系から月3万円、機能が、倫理機能と危機管理と生産っていうのがあるので、それこそ倫理機能だけ使いますとか、倫理と危機管理だけ使いますみたいな形もできるんですが、一番お安いセットになると、月3万円からという形で、アカウント数が増えていくと増えていくのがありますが、それでも、いろんな、いわゆるそういう管理系のシステム、サービスってあると思うんですが、それと比べても、ここまで高くはないのかな。我々、そちらも、なるべくセットで売れるように、できたいなと思っております。では、時間になりましたので、ここまでにしたいと思います。で最後に参加者に向けて一言コメントいただければと思います。
はい、本日は長い時間ありがとうございました。先ほどからちょっと何件か触れて、いますけども、やはり当社の課題というのは BTM サービスをいかに認知して、やっていけるか。これは私たちの会社だけでなくて、業界としても私たちの使命かなと思ってますので、それがしっかりできるように、今後も頑張っていきますので、一つよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。